続きやっていきます。レート2000からでしたね。ここからは甘えた立ち回りは許されません。そうしてください。そういえばシンドさんは具体的に何か違うんですか？まずはこれまでと同様に敵のステータスに上昇します。加えて常夜ボスの出現率が上がり夜ボス不明や地図情報の欠落などが起きるようになります。夜ボスは1日目と2日目のボスから逆算して絞り込めるので手元にカンペを用意しておきましょう。インターネットを見れば夕日の方がまとめてくれています。ありがたい話。2日目ボスは敵地の出所、入学の枝があるかノーランタイです。ずっと所持していたんですか？もちろんです。このボスは枝があるかないかで難易度が変わってきますからね。引いた夜ボスが2日目に縮小が出る可能性のあるものなら所持しておいて損はないと思います。備えあれば嬉しいですか？やったぜ。よかったですね。震度3の偉大なる一歩目です。大地を踏みしめて。早速おいでなすりました。よかったですね。いやよくはないですけど、まあボス不明で続けいてる欠落はクリアのポイントが逆加算されるのでそういう意味では美味しいですけどね。リスクには見合ってるわけですか？あとは負けた時に引かれるポイントが軽減されたりもしますがこっちは私にとってはおまけですね。苦手ですか？1日目ボスはミニスナウでした。これでよりボスの3種まで絞り込めましたね。どのボスが来るかみんなでかけましょう。同チャンネルは起案商売お断りです。あそこだけ咲くないのおかしいですよ。バリアフリーです。2日目ボスはコリーでした。となると3日目ボスはエゼレみたいですね。すべてのレッドをお見通しですね。しびれる。やりました。ゲームセット。毎回この調子ならボス不明でもいいんですけどね。というかボスがエデレなら何でもござれです。エデレを何だと思ってるんですか？ナイトレインのイアンクックです。ギリギリ悪口。そうさもないですが。まんまかい。というかエデレ3連続ですね。日頃の行いでしょうか？抜かせ。まあそれはともかく。よいしょ。突然ですが図録で2700を見てみようのコーナーです。プレイ映像は PS5 がやらかしましてね。前回分の0と400と2700はお釈迦になりました。アホくさ。誠にごめんなさい。図録を眺めるだけというのもあれなのでここまでに入手した遺物を紹介しようと思います。じゃじゃん。これはどれぐらいの評価なんですか？悪くないと思いますよ。戦ったのが20戦以下であることを踏まえればなおのことです。ただ通常遺物は目立っていいものがないのがちょっと気になりますが。何か目当ての遺物効果があるんですか？言わずもがな。なるほど。真相遺物にはつかない効果なのが辛いところです。この時はハルハル遺物もありませんから火力を上げるなら最有力候補ですね。風浪遺物はどうなんですか？悪くはないですがやはり侵入者撃破より一段劣る印象ですね。倍率の違いはもちろん付帯効果が重要になる二キヨルでは罪人が落とすレア武器の存在は大きいです。風浪も変異体なら付帯効果付きの武器を落としますが。付帯効果目当てで侵入者を撃破することはあっても風浪に挑むのは稀だと思います。強いて言うなら最域よりもアクセス性が高いのが風浪の利点だと思っていましたが、大空洞の登場でその点も怪しくなってしまいましたね。救いはないんですか？救いはないね。用法。気を取り直して0と2900やっていきます。またボス不明ですね。カンペカンペ。ル様。イエン。1日目ボスはビデオの呼び止め。2日目竜の次ワード。ルノスカーとカリオのどっちかですね。カリモでした。でしたか。なんと鉄則で強いやつ。ナイトレインには2種類のプレイヤーがいます。夜の騎兵をキャリーできるものとそうでないものです。やべ。ハリー免許返納してください。まだまだ現役じゃない。誘惑の枝はどうした？拾えんかった。ボスの車は常横隊でした。まあさまつなことです。いつも遅すぎません。遅すぎますね。鉄の目兄貴ありがとう。この技が止めます。アークミスが多すぎるです。チームで掴んだ勝利です。船から降りてください。またですか？確変ですね。1日目のお手つゲーマー。2日
カメルームツインガード、ラザグノスターかかるのに2択ですね。トコヨグノスターですね。ちょっと気合い入れますか。意外と一気に厳しくなるボスなので変な事故は避けたいけど。それも狂いましたか。ヒーローの淡雫とヒーローズの淡雫を間違えた自分に驚いたんだよね。バカです。トコヨグノスターはこっからが本番です。前座で死んでましたか。走れ風のように。疾風陣だよね。ナムさん、エミルか。蘇生かグノスターへの攻撃か。蘇生に1票。いやここは別に盗む。1ゲージダウンのレギナがアニムスの地底中に起こせるはず。今はグノスターにまとまったダメージを与えるチャンスを優先すべきです。賛否分かれそうですけど。スタミナ枯渇しました。持ってくれ俺の体。ゴリ押し回避だ。おいおいおい死んだら回避。なんとか言えよ。ボス情報不明のおかげで負けてもプラマイゼロですね。ちょっとお時間よろしいですか。はい。先ほどのアニムスのレーザービームについて出ましたやつですね。何がいけなかったかわかります。味方の蘇生を後回しにさせた。それも一因ですが本題はそこではなく、最後のビーム前にスタミナを使い切ってしまったことです。はあ、ですがスタミナを使わないと途中の攻撃をかわせないのでは。いいえ、最後のビーム以外は歩くだけでかわすことができます。実際に見てみましょう。歩いて移動します。最後のロックがかかった時だけダッシュします。問題なくかわすことができました。疾走なしでも避けられるんですね。これを踏まえて立ち回ればアニムスの攻撃でスタミナが枯渇する場面を減らせると思います。採用。シャシャルナ。リブラだ。終わりましたね。終わったかどうかはトコヨ次第です。そこはプレイヤー次第であってください。トコヨじゃありませんように。トコヨですね。おーん。まあ道中でミュージックに狙われるようになるは覚悟できたので少なくもないはず。今だと全員狙われますのは良くないらしいですが、相変わらずコロコロ正義の変わりボスです。ちょっと遠くねえぐるんだよ。壁際まで来て走られました。罪人がいない時に発狂したせいですから。諸説ありそうですか。書いてください。勝ち時。意外とあっさり。味方のお二方もちゃんとボスの動きを把握していたことと催眠の処理がスムーズだったのが大きいですね。あとは震度3というステータスも無視できない要因でしょ。素直に喜べ。わーい。マリスですね。終わったかどうかはトコヨ次第です。何も言ってませんよ。トコヨじゃない方ですね。次行きましょう。こっちすぎるだろ。トコヨの方ですね。まあ負けはないでしょう。エイラ社。冒険の舞台はついに震度4へ。ドドン。してここまでの所要時間は16時間50分54秒ですね。ここから前回の深き夜開始までの所要時間を引くと13時間6分43秒です。はあ。で早いんですかこれは。前回震度3に行くまでに6時間40分ほどかかっていて、今回はそこから6時間26分ほどで震度4に到達したわけですから、時間効率だけ見れば前回よりも早いですね。一度グノスターに負けてるのに早いんですね。ボス不明が2回ありましたからね。1000分帳消しになっても釣り合いが取れる形になったんだと思います。サイですか。ではまあそういうわけで、ここまでのご視聴ありがとうございました。ドラ。